はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。ねえ、柴崎も体操やってます。さて、今回もね、柴崎が独断であなたの絵を見てお直しするコーナーの始まりです。はい。さて、また抽選しますね。とにかくいつも言う通り、たくさんの方が応募してくださってね、今、ちょっと、パンク状態ですね。だから、よいしょ。この中に、たくさん入ってるんですけどね。さて、じゃあやってみます。見ないで撮るのかな。この辺、本当にいっぱいなんだよ。よいしょっと。よいしょ。こう見えた。はい。18番ですね。18番のあなたの絵、ちょっとパソコンで調べてみます。はい、ありました。ね、ありました。はい。これです。素晴らしいね。この方はですね、日本の方ですね。50代の方、女性ですね。どんな風に書いてあるかっていうと、まずタイトルが、菖蒲園脇の線路というタイトルです。本当は5月に写真を撮ったんだけども、秋の感じを出そうと思って、全体セピア色で描いてみたというコメントがついてます。少し寂しい感じがしたと。ね、ここの現場行った時ですね。だからそんな感じを表現したかったというわけです。いや、ねえ、なかなかこうやって、単色に近いっていうかね、色を限って描くってのは逆に難しいんだよね。さあ、では、この絵のね、どこが良くて、どこを柴崎は直したいと思ってるかね。では早速やってみようと思います。はい、この作品ですね。待ってください。タイトル何だったっけ？ちょっと見てみますね。菖蒲園の脇の線路というタイトルですね。5月の写真を秋の感じ、セピア色に直して少し寂しい感じ。素晴らしいね。まずこの絵のいいところですね。その季節感とか、なんかこう気持ちを表すために色を限定しているっていうことですね。はい。それがまず一つのいいところです。二つ目のいいところは、この画材の扱いですね。もうたっぷりの絵の具で、もう本当に透明水彩の良さを十分引き出すように、大きく伸び伸びと重視に描いているところですね。なかなか水彩でね、こう暗い色を思い切って使えないんですけども、それを使って明るい形を引き立たせている。もう画材の扱いも本当に見事だと思いますね。その本当にもう素晴らしくて、ほとんどやることないんですけども、あえて言うと、もう少し絵の中にこう何か見せ場所というか、ポイントというかですね、そういうのが欲しいような気もします。はい。要素として、見せてあげるっていうかですね、ここら辺をちょっとこう一番目を引きつけてみたいなっていうような、そういうふうな絵作りですね。はい。では、ちょっとそんなことを踏まえてやってみたいと思います。まず、そうですね。そうですね。ほとんどこういう方多いんですけども、こことここがこう半々なんですよね。だから、線路が上の方にずっと空に登っていってるっていうふうに見えるっていうか、なんかそんなふうに見えたりもしてしまうから、せっかくこういう木を描いたのに、この木のシルエットが、十分生きてないんですね。もう少しだけ下げましょうか。ね。はい。この中で、
もう少しだけ。ね。少しこっちを少し小さく。少し大きく、少し小さく。それで、これが、ね、バリ軸ポイントなんだね。がこうなって、こうなってんのか。そうだな。こっちの広さがどうかな。こんなにいらないかな。もう少し、もうちょっとこっち寄せましょうか。こう寄ってきて、こっちの方にこうしようかな。こうやってね。で、線路がこういって、そして、ここに、これを下げましたので、こっちの木が相対的に大きくなるわけですよね。遠くの方にもこう並木のように立ってんのかな。なんかそこら辺ちょっと分かりにくいんですけども、じゃあ並木のようにしましょうか。じゃあ例えばこういうふうになったり、例えばこう立っていってるですね。それでこちらからこうやってきて、ここのところもこういうパターンなんですけども、もう少し何かシルエット的には凹凸ねつけられたら、もう少し楽しいのかなとも思いましたね。こんな感じかしら。思い切って凹凸をつけてみる。それでこうなっていって、ここに線路なんだね。でここがこうなんか斜面になってる。こう斜面になっていて、ここに柵があって、こういってるんだ。ちょっとこうか。それでこんな風でこうなんだね。でここにこれは多分ここに柵があるんだよね。それをあんまり正面から見たから柵にわからないんだね。少し斜めにするともうちょっとこういう感じが見えてくるかな。ですね。こんな雰囲気も見えてきやすいかもわかんないですね。でここに草が生えてるというわけだよね。それでいいのかしら。はい。ね。はい。それで、セピア風に描いたんですね。もうそれはとてもいいと思います。はい。ここにセピアがないので、何かちょっとそんな雰囲気でですね。これ素晴らしいですね。バッとこうやって、それでもその中に少しブルー系の色を加えていってあげる。こんな感じだね。こうだろうか。なんか寂しい感じって言ってるよね。そして、ここ。ね。で、ここも同じように描こうか。まず、ほとんどリミテッドカラーだね、これはね。描いて、こう描いていってんだ。奥行きよくできてるね。少しなんか色を混ぜて。こうかな。これはあれね、こういう距離もあるし、こういう距離もあるんだよね。だからそういうのをちょっと計算して、こういう距離ですね、上げるといいかなと思います。ここはタッチを生かして紙の白を残すようにしながらですね。こうだろうか。それでこうしたんだ。それでそうね、奥の方に少し赤系の色を優先して使ってるんですよね。これはとってもいいと思いますね。こっちの方に。で、にじみの効果を生かして描いてる。こういうわけだ。ね。ここら辺とか。ですね。こんな感じ。そして、アンバーの色を加えて、セピア風に持ってきて、ちょっと叩いてみてもいいよね。少しね。あるいはこうやって絵の飛ばしてみてもいいかな。飛ばしてみてもね。なんか少しそんな風なこともちょっと水彩さらに味が出て面白いと思うね。
こうなんだ。ね。それで、こっちは遠くの方。ちょっと色変えようか。こうやって、こんな感じ。もうちょっとブルー入れる。こんな感じ。こうか。ね、重ねて、色に深みを出して、一回描いてですね、重ねて色に深みを出して、こんな感じ。こうだね。それで、じゃあこっちもですね、こうやったらこっちもこうやって変化をつけて、セピア風で描くんですけども、その中でも少し分かりやすく色に変化をつけてみるということですよね。でも全体非常によくできてるから、僕はここで全部直すことはないんですけどね。こうか。ですね。はい。では今度はブルーの色を持ってきて、アンバーと加えて、こうですね。木の下の部分。もちろん、こう青紫のような色でも素敵かな。この色でね。で、こっちをこう少し手前ほど分かりやすく。こうでしょうか。で、ここでこう、ですね。こういろいろここで処理しておくといいですね、きっと。で、こうで、こうですね。これもね、大変明暗をうまく使っていると思います。素晴らしいね。大変いいしですね。はい。こうだよね。こうイエローなんかも少し入れて、ここでこう同じセピア風なんですけども、もう少し色の幅を広げてもいいのかなとは思いましたけどね。はい。こうかな。ね。で、ここがこう来て、こんな雰囲気？はい。そうですね。こちらの木、もう少しこっちと差をつけてもいいね。こんな風な感じでね。はい。ね、と近く遠くがはっきり。ちょっとこうほら細かくこんなこと書くと見えるでしょ。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただきますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね。また、
少人数のね、ライブ配信に参加できたり、もう特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。線路ですね。いいかな。まあ、こう、書いて、ですね。まあ、今度はあんまりこうきっちり書かない方がいいかもしれないんだね。で、なんかこうやった上から、こうやって一部、こう、手でもいいんですけどね。これちょっと引っかいて、よいしょ、上げるとかですね。なんかそんなことなさると、絵としては面白いかと思います。まあ、枕木はないのかもわかんないけど、まあ少し書けば、まあ見た人はこれが線路だぞっていう納得はしやすいかもわかんないですね。それで、そうか、これにこうやってね、こうやって砂利飛ばしてんだ。まあいいですね。こうやってやってあげて。ここの草が、ちょっとね、デリケートの書きすぎかな。もう遠く行ったらもうこうだよね。潰してあげて、手前にしたら少し空間を空けるように書いてくる。枯れ草なんですよね。なんかいつもこう描くっていう感じで粗密の変化をつけながらこうやってね、少し描いていく。はい。そして、まあ、ここにね、まあ、こういうのがあるんですよね。こういうのある？そしたらこういうのを使ってですね、こう絵に例えばこれでこっちにこうやって影を入れるか何かして、ここのところのこう変化をこう絵にこう明暗の変化とかですね、何かこう、変化をこうつけてみたらいいのかなとは思うんですよね。そうするとここの木のこう下側もこう日陰になってきて、こう日陰のところ、日向のところ、日陰のところって、なんかこんな風にこうもう少しこっちの方もこう変化が出せるかなと思います。まあ、大変上手な絵なんで、ちょっと柴崎をオーバーワークにこう書いてしまってごめんなさい。ですね。こうちゃって向こうにこうだよね。空間作っていって、こっち影を描く。こっちもとことここうやって、この中にこう木を入れてきて、こうやって押さえてしまう。はい。こういうとこはいいですね。ピュ。こんな感じ。こんな感じで、こうやって合間にしてあげる。こうか。で、こっち、こうだね。なんかこうなって、こうなってるんだ。まあ、ここら辺はですね、こんな感じ。ね。はい。枕木を少しだけ。という感じです。はい。はい。出来上がりました。ねどうだったかな。もうあまりにもね、お上手な作品だったので、柴崎もね、なかなか太刀打ちできなかったですね。まあ、絵描きながらね、まあ、いろいろ指摘したこともあるんですけども、具体的にどうかな。はい。ね、こんな感じです。ね、まあ、もうちょっとポイントになるところ強めした方がいいかなとかですね。まあ、いくつか、まあ、こういうとこも少しあんまり広め、こういうとこも、まあ、競い合うのところですね。で、こう、だから、明るいところぐっと限定して、これにポイントをぐっとこう、作ろうっていうわけですね。
ポイントを作ってしまう。はい。まあ、こんなことでした。ということでね、もういいですよ。もう、あんまりお上手な方ね、こう見せられちゃうと、ちょっと私恥ずかしくて出せないなと、あなた、思ってませんか？大丈夫。誰だって最初は初心者。ね。それから、上手い下手ってことはあんまりないかもわかんないんだよね。ただ、こうやったら、このように見えるかな、というアドバイスを柴崎はするだけだからね。もうどんどん出してください。さあ、そうやってね、応募してみたいなと思う方、この動画のね、紹介欄に応募の URL をね、貼ってありますので、そこからお願いします。ただしね、もう今度ずっと言ってるんですけど、一人一点でお願いしますね。もう大変混雑してますので、もうできるだけ多くの方にチャンスがね、行くように一人一点でお願いします。で、せっかく送ってくれるんだったら、オリジナルの絵ですね。それで、まあ、今回の、こちらの絵ね。ね、素晴らしいでしょう。この方の評価は、この動画の最後にね、また発表しておきますね。お楽しみに。ということで、今回もね、本当に最後まで見てくれてありがとう。また、あなたの作品とお会いしたいと思います。待ってますよ。はい。それではまたね。ありがとう。